男って若い頃はおっぱい好きみたいな。で、だんだんこうお尻に移るみたいな。僕移るんじゃなくて、単純にストライクゾーンが広くなってるんですよ。終わりが遅いっていうやつ。でも本当に遅いところは終わったらもう始発出てたみたいな。あ、ハロー皆さん、ジェンラブジョイです。今回の With Love and Joy のゲストさんはゆうきゅうずるです。よろしくお願いします。いいですね。はい、また男優出演してくれましたゆうきくん、ありがとうございます。ああ、いやいや、お呼びいただいてありがとうございます。何年ぐらい男優やってます？男優歴ですか？はい、今10年目に入りました。すごくない？いや、そんなことないですよ。いや、すごいよ。でも男優の10年はまあ長くもなく短くもなくみたいな。長いと思う。確かに、うん、そうですよね。だいたい今年新人がバッて入ったって言っても、1年経つと半分になり、もう1年経つとってどんどん少なくなっていくんですけど、よく10年活動してくれたんじゃない？そうですね。まあでも僕の場合は見た目が若いっていうので、そうめちゃくちゃ若い。キャラクターだけでお仕事もらえたんで、あんま営業的なこと全然しないけど、勝手にみんなが広めて、勝手に仕事入ってきたみたいな。おいくつですか？ちなみに今10年目の今24歳っていうことにします。オッケー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 。あるある、この業界のある。なぜこの業界に入ったんですか？男優で飯食いたいとかは全然なかったんですよ。ああ、本当。いろんなメーカーさんで一般の人を募集するサイト登録するのがあって、まあそこに何とか行ってたんですけど、その時に僕らの業界で手配師っていう人いるじゃないですか。俗に言う知る男優っていう人たちに制作さんから来た仕事をこう割り振って集めて制作さんに当日手配する人を紹介してくれる人がいたんですよ。たまたまその現場で仲良くなった人が。でそこからやって飽きたらいつでも辞めれるしみたいなっていうので始めたんですよ。そしたらたまたま君キャラがいいねっていうので知る男じゃなくて男優としてのお仕事を振ってもらったら、あとはさっき言ったみたいにいいキャラのやつが出てきたぞみたいな感じで勝手に。いいね。すごくない？よく男優さんなんか頑張らないと生き残れないけど。そうですね、よく言いますね。わお、すごくない？キャラはいい。キャラはめちゃくちゃいいですね。一切そんな努力をすることもなく。視聴者に切られる。あっと。最初の現場はどんな感じでしたか？男優として。男優として。知る男優としてね。ああ、でも両方聞きたいな。じゃあ知る男優からで大丈夫？知る男優。お金をいただいて初めて仕事した現場は、確かナチュラルハイさん。大好き。あとは僕ただのエキストラだったんですけど、あれスタジオだったのかな？本当にもうそのまんま大学みたいなスタジオがあって。行ったことないです。結構静岡の方とかだったんですけど、でそこにエキストラとして。東京から行った？東京から。交通費も出してくれた。そういうのは大体某場所、新宿の某場所に集まって、そのロケバス乗ってガーって行って、確かにそれが初めてで、男優としての初めての今言ったやつは僕のよくある初多もので、よくツイッター見てます。最近は減ったんですけどね。本当？最近は減りました。ね、旦那さんやっと進化しましたか？旦那さんまあでも学生役とかです。まだオッケーゆっくりそうですね、徐々にすごいね。で初多ものでメーカーグローリークエストさんの某作品、今もう辞めちゃった本田理子さんっていう女優さんがの作品が初めてでしたね。でも男としてゆうきくん自体、自分自身翔太の性癖ってありますか？プライベートで翔太のロールプレイとかしますか？全然しないですね。なんでここで言ってる？なんでここで言ってる？仕事になるとどうですか？どうやってそのコントロールしますか？自分の性癖じゃないものに対して立てないといけないじゃないですか。翔太プレイしてるから興奮するっていうのはないですけど、でもああいう作品は作品で面白いんですよ。結構要は初対役みたいなね、男優3人ぐらいでその悪ふざけの試合があるんですけど、でも現場の写真見ると笑う。大人がショートパンツがそうですねT シャツで派手な色の帽子かぶって、あれも結構慣れてくるとアドリブのやり合いとかがあるんですよ。なんかあります？決まってるセリフとか。決まってるセリフとかないですけど、その時のおもちゃとかあったり、ちょっとキラーパス投げたりしてお互いにふざけ合ったりしてるんで楽しいんですよ。で別にエロはエロで自分のキャラクターで、僕は多分もう全然完全に分けてるんで、うまい、なので別に性癖じゃないから興奮できないとかあんまないですね。あともう女優さんみんな可愛いじゃないですか。じゃあぽっちゃりスレンダー外人日本人もショートゲーロングゲー何でもあり？僕結構あんまこういうのあるはありますけど、そこまでグルメじゃないと思いますね。いや、女は喜ぶよ。増えてきますよね。男って若い頃はおっぱい好きみたいな。
いやいつもみたいないや言うじゃないですか。でだんだんこうお尻に映るみたいな。いや why なんであるじゃないですかでもそれが僕映るんじゃなくて単純にストライクゾーンが広くなってるんですよあでも人生それの方が楽しいかも。そうなんですよ。そうなんですよ。背が低い子好きだけど高い子も好きになるみたいなことがいいねどっちか映るんじゃなくて広がってるんで。私もドストライクゾーン広い。ああそうなんですね。なんか分かるけど男だと女だと広い。男もいける？男？ゲイのものを取ってます？ゲイはないです。来られる方ってことですよね。それもないですけど。本当？はい。それもないですないですけど、こっちの話ですね。こっちが女性の人いるじゃないですか。もちろんいる。ニューハーフさんとか。そうですね。ニューハーフとか男の漢字が娘って書いて男の子とかはあります。オッケー。もうダメ？そうですね。僕S なんで。S このショータ S のショータってすごい。性癖は完全に S ですか？プライベートでも。そうですね。プライベートの。わー。どれぐらい S ですか？自分が好きなこともちろんあるし、やりたいこととかもあるんですけど、それをやるよりも、女の子が気持ちよくなってくれるの結構好きなんですよ。でもノーマルじゃないですか。でもすごい攻めるんですよ。攻めても止めないとか。オッケー。そう大雑把に言うと快楽詰めみたいな。オッケー。ナイス性癖。ナイス性癖。まあよくある参考にしちゃって、ガシガシってやるとか、それやってることには特に燃えないんですよ。それで女の子が全然気持ちよくなかったら、全然気持ちよくなってくんないなと思って、なんならテンション落ちるぐらい。でも全然普通なノーマルなソフトなことやってても、女の子がすごい感じてくれてたらもうめっちゃ興奮するみたいな性癖なんですよ。ナイス性癖。だから何をやるかじゃなくて、結果女の子がどうなってくれるかの方が僕はすごい気になりますね。わー。それすごいいい性癖だと思います。平和になる。まあそうですね。平和かもしれないですね。プライベートでもやったりします？女の子。機会があれば。男優ですって言ってからやるか、その男優のこと一切言ってないんですか？僕も言う状況になったら隠さないですね。全然言います。どういう反応とかも？どうなんですかね。でもうわっていう人でも何でもいいんですけど、飲み会でも何でも知り合ってお仕事聞かれて、実はやってますって言った時に、うわっと思ってても、そうなんですねって言うじゃないですか。やっぱ大人だからみんな。だから分からないですよ。分からないですけど、そんなでも僕の印象ですけど、そんなあんま男優だからすごい距離取られたとか、あんま感じたことはないですよ。本当？偏見とか差別何もされたことない？男優だからですね。よかった。あんまないですね。僕が見た目あんま男優っぽくないっていうか言われるんで。でも男優っぽいと思う。でも私ショーターのイメージもショーター男優っぽい。いわゆるあるじゃないですか。有名どころで言うとやっぱシミケンさんみたいな、もうムキムキで、もう日焼けしててああいう人は僕割と真逆いるんで。最近なんだっけ、シルクラボとかなんかそういうっぽいの男優さんじゃない？向井陸くんとか。爽やか感。まあどっちかって言ったらそっちの方が近いかもしれないですけどね。なんで静かになるの？なんかああいうイケメンの頃と方が近いって自分で言うのもなんかなっていう。そこイケメン大丈夫。そうですか。シミケンじゃない、黒田さんじゃない。そうですね。あっちの方が距離は遠いですね。完全に私の意見なんですけど、よく現場で女優でいつもなんかお姫様対応してくれるじゃないですか。でも男優に何もしてくれない、水とかローブはシーン終わって辛くないですか、男優って？いや全然特に本当？そうですね。初めからそれを不満に思ったことはないですね。本当？よかった。10年で？そうですね。ないですね。よかった。思う人いるのかな？完全に私のブルーアイズから見て、男優さん辛いなと思ってたから、なんか一番辛かったことなんかありますかって聞きたかったけど、ない方が安心します。その AD さんのですよね。対応とかで、逆に例えば、じゃあ寒いですかっつってローブかけるとか、喉乾いてるやつかって水くれる時に先にこっち来られたら逆にまず女優さん言ってくださいみたいな、こっちにお世話してくれるぐらいの時間があるんだったらそれ女優さんに回してあげてって思います。いやでも普段は長いシーンあって、よくカットあって、ずっと AD さんが「ジュンさん水」で男優さんゼロだから、私も飲んで、私の水飲んでとかいやそれ言ってくれるとめっちゃこっちは助かりますけど、本当にじゃあ今日夏ですで絶対喉乾くと思ったら、撮影する場所のだから片隅に自分のなんか飲み物を持って置いとくんで、プロAD さんがじゃあ女優さんに世話
してくれてる間に僕はチャッて行って飲んで、で戻ってくるってやるんで、別に自分でやるから大丈夫ですよって感じです。プロフェッショナル。いややってればやっぱみんなそうなります。そうずっと大変だと思ってたけど、じゃあゆきくんは大丈夫、10年で。そうですね。これからも大丈夫な状態で。そうですね。辛いことありますけど、制作さんの対応で辛いっていうのはまああんまないですね。じゃあ辛いことは撮影の辛いことで言うと、みんなうんって納得してくれるのはやっぱあれじゃないですか、もう終わりが遅いっていうやつですか。スタジオが延長になるとか。そうですね。てっぺん、僕らの中でてっぺんってあるじゃないですか、24時を超えたら、こう時計のね24時超えたらてっぺんを超えたって言うじゃないですか。だからそうなるともう終電がもうない、終わった後結局すぐ帰れないみたいな。まあ足ある人はいいですけど、僕なんかいつも電車とかなんで、結局制作さんがこう撤収作業終わる、ある程度やるのを待った後に送ってもらうから、帰るのもやっぱ遅くなっちゃうとかあるんですけど、でも本当に遅いところは終わったらもう始発出てたみたいな。ああよかったみたいな。帰る足あるわよかったみたいな。よかったこの野郎みたいな。何よりいつも監督と一緒に帰ってるイメージあるけど、違う？そんなことないですよ。本当？昔の方がやっぱ多かったらしいですけど、させてあげる。そうですね。さすがにもうここしばらくはあんまたまーにやるぐらいですかね。でしかも4時とかになって帰って翌日も朝から現場とかつらいなんかありますよ。2日連チャンの撮影で同じところだったんですけど、仕事の依頼来た時には1日目終わった後に帰りたいんだったら一旦帰ってもいいよって言われてたんですよ。で都内に24時ぐらいには帰れるって言われてたんですよ。でも都内に帰ってきたのが30時ぐらいで5、6時間その予定より押してて、で家帰って、で2日目そのまんまいる予定じゃなかったから、必要なものが家に置いてあるわけですよ。家帰って衣装とかを詰めて、そのまま集合場所に全く寝ないで行って、そのまんままたその遠いところだったんで遠方まで睡眠時間ゼロみたいになりましたけど。大丈夫？空き時間が幸い2日目結構あったんで、その時もうクーって寝てました。きっといいね。危なかったですね。もう棒みたい。そうですね。いや大変。大変です。お疲れ様です。体調崩しちゃった時って代わりいないとかも辛いですね。男優さん自分でそれ探さないといけないんですか？もし仕事できなくなったら制作会社に前日とか、当日現場に行く前に、だったらまだいいんですけど、もうそういうので一番辛かったのが何年も前、だいぶ前なんですけど、温泉ロケありますで当日朝集合してロケバス乗っていくじゃないですか。でロケバス乗った後にだんだん体調悪くなってきて温泉ロケだから温泉使いながらやるじゃないですか。でしかもその日土砂降りの雨降ってきたんですよ。でもう監督の説明とか聞いてる時も、もうだんだん体調悪くなってきて、もう立てなくなってへたり込みながら説明聞いて、で最初にそのパッケージの写真撮りますっていう、女優さんと僕2人とも温泉入って写真撮ります、で僕はあそこのちょっとど真ん中にあるちょっと岩に腰掛けてこっち振り向いてくださいみたいな言われたんですけど、女優さんの上にはテント作ってあったんです。屋根作ってあったんです。自分のはで僕のところはそんな設備がないみたいな、雨にびしゃ濡れになりながら撮って、その後に撮影して、で僕その日はなんとか終わらせて、帰って速攻寝て、翌日になって、昨日よりは楽になったなと思って、昨日よりは熱も下がったなと思って体温計で熱測ったんですよ。だから39度超えてたんですよ。昨日俺体温何だったのみたいな。入院した？いやもうその日次の日も撮影あったのかな。そこはさすがに、いやそれはさすがに連絡して無理ですって言ったんですけど、撮影した当日は何だったんですかね。いやーちょっと頑張りすぎ。でも温泉のものだから言いづらいよね。そうですね。代わりの男優探してください、僕無理ですって言っても温泉ロケだから、探すだけで何時間かかるんだってなるんですよ。いやちょっとこれやらなきゃダメかな。よかった。それが体力的には一番きつかったですね。多分皆さんその温泉のものだから調べやすいと思うから、しんどいの現場の作品皆さんも見えるんじゃない？いやでも温泉物もいっぱい出てるから多分分かると思います。多分考えながらやるんですよ。となるとそっちの方向に集中する割が割かれるから暴発とかしないとか。回ってね。